何も言わずに辞めることになってしまってごめんなさいね。そう言ってユミさんは無理やり笑顔を作った。俺が新卒で入った会社で初めて優しくしてくれたのが俺の直属の上司だった片田由美さんだ。超優秀な家系の中で一番の落ちこぼれである俺は当然仕事面でも失敗ばかりで、同期からも軽蔑の眼差しを向けられていた。それでも他の人と変わらず常に目をかけて優しく接してくれる彼女に俺は密かに思いを寄せるようになった。だがある日、ユミさんは突然会社を辞めてしまった。一体何があったのだろう。常にもやもやした思いを抱えた俺だったが、ある日たまたま立ち寄った病院で彼女と偶然再会した。どうしてここに？そうしてユミさんから告げられたのは、試練というには非常すぎるほどの辛すぎる事実だった。俺の名前は谷岡誠。俺には3歳上の兄がおり、名前は修という。この修は、俺とは違い何もかも出来が違うのだ。長身ですっきりと整った顔立ちをしていることもあり、女子からは常に熱視線を浴びていたし、頭脳明晰で成績優秀、しかも運動神経抜群と、なぜ天はこうも二物も三物も与えるのだろうと、俺は内心悔しさと諦めを抱いていた。そうして修は、その優秀ぶりを遺憾なく発揮し、現在は有名な大学病院で医師をしている。これだけ超優秀な兄がいるのだから、一つぐらい何か秀でているものがあっても良さそうなものだが、残念ながらそれは皆無だった。体育の時間、少しでも注目を浴びたくて、平均台をおどけながら歩いたところ、バランスを崩し、救急車騒ぎを起こしてしまったり、中間テストの前夜、ここだと思った出題範囲を間違え、出された問題が一問もわからず、学年史上初の0点を記録してしまうという失態を晒してしまった。そんな俺が、せめて大学だけは出てほしいという両親の思いに報いるため、高3の1年間だけは死に物狂いで勉強し、なんとか地方の三流大学に滑り込むことができたのは、奇跡というほかない。両親とも一流大学を卒業し、父は大手物産会社で役員をしており、母はコンサルティング会社で部下30人を束ねるバリバリのキャリアウーマンである。そんな優秀な家族に一人、劣等感の塊のような俺は、さぞかし異質な存在に見えたことであろう。修にはごく普通に接しているというのに、俺に対しては、腫れ物に触るような扱いである。できれば一刻も早く家を出て行きたいというものの、一人暮らしをする余裕などなく、毎日同じことを繰り返すだけの毎日を過ごしていたのだが。お疲れ様、谷岡くん。お疲れ様です。一心不乱にパソコンを叩き続けている俺に向け、彼女はいつも優しく声をかけてくれる。透き通った肌にうっすら赤みがかった方が、笑うたびに丸く盛り上がるのがなんとも可愛らしい。彼女の名前は片田由美さん。童顔ということもあり、初めて会った時は年下かと思ったが、実は年齢がそこまで変わらないにもかかわらず、俺の直属の上司である。遡ること数年前、俺が入社して間もない時のことだった。未だにうだつの上がらない俺だが、新人時代は輪をかけてそれが目立っていた。当然同期からは馬鹿にされるし、実力差はどんどん開いていく。谷岡、お前何度言ったらわかるんだよ。すみません。そんなんだからそこそこの大学しか引っかからなかったんじゃないのか？
今の時代ならばコンプライアンス違反になりそうなことを、俺は先輩からよくされていた。はあ、どうしてこんなに自分はうまくできないのだろう。束の間の休憩時間、給湯室で一人落ち込んでいると、お疲れ様。そう言って、ユミさんが入ってきた。お疲れ様です。大丈夫？はい、なんとか。また何か言われたんでしょう。まあ、はい。まともに聞いてたら身が持たないよ。時には受け流さないと。いや、でも、俺全然ダメだし、言われても仕方ないですよ。谷岡くんはダメな人じゃないよ。肩出しに。さあ、これ飲んで。仕事。そう言って、ユミさんは俺の方に、キンキンに冷えた缶コーヒーを押し当ててきた。俺は押し付けられた缶コーヒーを手に取る。ありがとうございます。突然のことに戸惑いながらも、内心は嬉しかった。それからもユミさんは、パソコンを前に苦戦している俺に対して、怒鳴りつけたり、焦らせたりするようなことはせず、時間をかけて何度も教えてくれた。時折見せる上司としての厳しさと優しさを持ち合わせつつ、その人柄で社員のみならず、役員クラスからも一目置かれていた。それに加えて、おっとりとした小動物のような可愛らしさと美貌とくれば、男ならば一度は憧れてしまうだろう。ご多分に漏れず、俺もその一人で、上司と部下という立場ながらも、ユミさんと関わっていく中で、その思いは少しずつ膨らんでいくのだった。それらを思い出しながらも、俺はその時から少しも成長がないことに情けなさを感じていたが、ユミさんからの言葉にはっと我に返った。そんな根を詰めたら、一気にガタが来ちゃうわよ。いや、でも、まだ全然終わってませんし。これはまだ急ぎじゃないわ。今日は早く帰りなさい。定時から随分と時間が経ち、車内には俺の他に一人二人がポツンと残っているだけだ。今日は金曜日。他の同僚たちはここぞとばかりに街に繰り出し、気の置けない仲間たちとの時間を楽しんでいるのだろう。だが俺には縁がないこと。だから、できる時に仕事を片付けておこうと、こうして気の進まない残業をしているのだった。でも僕、どんくさいんでまだ仕事が残って、俺の話を遮る形で、ユミさんが俺の顔をぐっと覗き込んだ。あなたに倒れられたら私が困るの。その目は真剣味を帯びていながらも、やや焦点が合っていない。よく見ると、丸みのある顔が少し痩せこけてきているような。谷岡くん、若いからって無理しちゃダメだよ。ちゃんと自分をいたわってあげてね。はい、わかりました。こうして、強制的にパソコンを閉じさせられた俺は、ユミさんに背中を押されるように、カバンを手にし、どこか胸に引っかかる思いを抱えながら、会社を後にした。うちの会社は、プリンターなどの複合機のリースを主に行っており、全体的な仕事としては、そこまで忙しくはないのだが、機器の入れ替えなどが重なると、仕事はどうしても立て込んでくる。これから年度末に向けて、社内は目まぐるしい忙しさに見舞われるだろう。だが、そのあたりからだろうか、ユミさんが会社を休むことが増えたのだ。朝早く出勤したとき、たまたま仕事をしている彼女に出くわしたものの、朝ミーティングが始まる前に、いつの間にか帰ってしまうことも少なからずあった。こうして、ユミさんは会社に姿を現すことは減っていき、いつの間にか彼女不在であることが当たり前になりつつあった。今では全く話題にさえも上がってこなくなった。一体何があったのだろう。誰かに聞きたくても、俺には特別仲良くしている同僚がいない。ユミさんに対する心配は日増しに増えていくものの、仕事は
お構いなしにやってくる。そしてとうとう、ユミさんは会社を辞めてしまった。心にぽっかりと穴が開いたようだ。あの優しい微笑みに会うことなど、二度とないのか。新しく来た厳しい上司のもと、俺はただ、やるべきことだけを機械的にこなすだけの人間となっていた。どこか空虚な思いを抱えつつも、いくつかの季節が巡り巡って、数年が経っていた。ある日のこと、俺がいつものように支度をしていると、母が珍しく声をかけてきた。ねえ、お願いがあるんだけど。申し訳なさそうな顔を浮かべているのを見て、何も悪いことをしていないはずなのにドキドキしてしまった。何？これ、お兄ちゃんに届けてほしくて。本当なら、私が届けてもいいんだけど、朝一で会議が入ってしまってね。そう言って母は、一通の大きい封書を渡してきた。ああ、いいよ。兄さんの病院に届けてくればいいんだよね。うん、助かる。よろしくお願いします。妙な他人行儀のごとく、頭を下げているのを見て、なんともいたたまれない気持ちになったものの、口には出さず、俺は笑顔を作った。ここか。兄ちゃんすごいとこにいるんだな。思わずつぶやかずにはいられないほど。おさむが働いているという総合病院の前で、俺はその建物を見上げた。誠！受付の人に声をかけると、すでに話は通っていたらしく、しばらくすると、おさむが颯爽と現れた。長身に白い白衣がよく似合う。兄さん、忙しかったんじゃない？いやいや、大事な書類だったから助かったよ。それにしても母さんも人使い荒いよな。そう言って笑いながら封書を受け取る。近づいただけで体がビクッとなってしまうのは今に始まったことではない。誠、そんなに硬い顔しなくても俺は何も。じゃあ俺はこれで仕事頑張って。おそらく引きつっていただろう笑顔を浮かべながら俺はその場から去ってしまった。はあ、一緒にいるだけで力が入っちゃうんだよな。首をぐりぐり回しながら病院入り口に向かって歩いているつもりが、気がつくと知らない塔を何度も行き来していた。あれ、ここどこだろう。看護師さんたちも忙しいようで、とてもじゃないが声をかけられる雰囲気ではない。まさか大人になって迷子になるとは思いもしなかったが、そのことがなんだか恥ずかしく、せめて周囲に不審者と思われないように粛々と歩いていた。はあ、ここにいるだけで、なんだか気分が悪くなってくるような。せめてどこかに座りたいと思いながら、あてもなくさまよっていると、目の前から見覚えのある人が歩いてくる。え？あ、谷岡くん。どうしてここに？ユミさんが驚きのあまりよろけ、壁に手をついた。いや、こちらでは兄が働いていて、忘れ物を届けに来たんです。っていうか、片田さん。透き通った肌は白を通り越して真っ青に近い。丸みの帯びた顔立ちが彼女の可愛さを際立たせていたけど、頬の肉がすっかりこけ、目の下のクマが随分と目立っている。何も言わずに辞めることになってしまって、ごめんなさいね。無理やり笑いながらユミさんは言う。いえ、それは。というか、まさか入院していたとは思いませんでしたよ。でも別に大したことではないのよ。ちょっと無理しちゃっただけ。ほんと私ってダメな先輩だよね。みんなには散々無理するなって言っていたのに、自分の管理もろくにできなくて情けないよ。本当に大したことはないんですか？なんか随分痩せたように見えますけど。だがユミさんは何も言わず、ごまかすように笑うだけだ。谷岡くんこそどうしたの？俺は兄に忘れ物を届けるために来ました。
この病院で医者をしているもので。え？お兄さん？由美さんが目を丸くしながらしばたいている。谷岡ってもしかして。由美さんの口から出た次の言葉に、俺は驚きのあまり一言も発することができなかった。兄さん、彼女は相当悪いんじゃないのか？誠。昼休憩時、修はおにぎりを頬張りながら、俺の話に耳を傾けてくれている。ただでさえ多忙な職業であることは承知していたものの、一秒でも早く由美さんの状況を耳に入れておきたかった。由美さんから、修が自分の主治医であることを聞き、俺はいても立ってもいられなくなったのだ。でも知らなかったよ。まさか誠と同じ会社で働いていた人だったなんて。こんな偶然あるんだな。俺だってびっくりしたよ。だからさ、片田主任の病気のこと教えてほしい。悪いが、それはできない。わかるよな。医者には守秘義務というものがある。部外者の俺にベラベラと患者の個人情報を教えることなんてありえなかった。俺は悔しかった。何もできないまま、指をくわえて、ただ彼女が良くなることだけを祈るだけなんて、あまりにも不甲斐なさすぎる。誠、お前。修が意外すぎると言わんばかりの顔で、こちらをじっと見ている。彼女の役に立ちたいというお前の気持ちはよくわかる。だが、こちらは患者さんとの信頼関係のもと、命を預かっているんだ。医者である以上、一線を越えるわけにはいかない。修からそう強く言われてしまった以上、こちらも無理やり探るようなことはできなかった。すると修から思いもよらない言葉をかけられた。誠だからこそできることがあるんじゃないのか？俺だからこそ？俺は医者として病気の治療はできるが、所詮それだけだ。病気になると人はたちまち弱くなる。だが、そんな時だからこそ、誰かに支えてもらえているということが、どれだけ患者にとって心強いことか。兄さん。片田さんにとって、これからも辛い日々は続いていくことだろう。だから誠、それだけ大切に思っているのならば、お前のやり方で支えてあげるんだ。主治医としてではなく、兄として真正面から言葉をかけてくれた。そこから俺は毎日、時間の許す限りお見舞いに通った。おはようございます。今日は体調どうですか？今日はだいぶいいみたい。それならよかった。はい、これ。わ、ありがとう。お花があると違うわね。俺、これに入れてきますね。そう言って、花瓶を手に手洗い場へと向かった。最初は俺がお見舞いに来たことに戸惑っていたようだが、他愛もない話をしたり、かつて一緒に働いていた時のことを話しているうちに、少しずつ笑顔を見せてくれるようになった。今この時間は、俺にとってかけがえのない時間となっている。一秒でも長く一緒にいたい。それからというもの、俺は定時で帰れるように、仕事の配分や効率をよく考えて動くようになった。最近になって、ようやくいろいろ任せてもらえるようになったんです。それだけ頼もしくなってきたってことじゃない？そう言って、由美さんはふふふと小さく笑った。でも同期たちはみんな順調に昇進してて、俺だけなんですよね。未だに肩書きがついてないのは。まあそもそも出来が違うので諦めてますけど。出世したからって偉くなるわけではないのよ。その分の責任も増えるし、ストレスも増える。遠い目をしながら納得させるかのように言い諭す彼女の目を見ていると、想像できないほどの重圧を感じていたのだろう。谷岡くんは本当に優しい人だからね。そこをつけ込まれて何でもお願い事聞いてたら私みたいになっちゃうよ。
片田さん、冗談を言っているかのようにケラケラと笑っているところを見ると、再会した頃に比べて、だいぶ明るさを取り戻したかのようだ。だが、天敵につながれた腕はすっかり細くなり、体の厚みも一層薄くなったように感じる。彼女から自分の病気のことについて話をしてくれることはないのだが、決して良い状況ではないことは素人の俺でも手に取るようにわかる。俺がこうして見舞いに来ることについてどう思っているのだろうか。同じ時間を過ごしていく中で、二人の距離はだいぶ縮まっていったように思う。仕事帰りのお見舞いがすっかり定着してきたある日のことだ。今日は契約している会社の危機トラブルがあり、何かと忙しかったが、どうにかして面会時間ギリギリに病院に着くことができた。遅くなってすみません。大丈夫でした？うん。いつもであれば笑顔で迎えてくれるユミさんだが、今日は明らかに表情が暗い。どうかされました？何かあったとか。谷岡くん？はい？もう来ないでほしいの。え？突然目の前に幕を下げられたようだった。ユミさんがうつむき加減で話を続ける。もういろんなことに諦めはついてた。未練はとっくのとうに捨てたわ。一体何を言って。谷岡くん、あなたに隠していたことがあるの。隠していたこと？私はもう長くないの。え？ユミさんが顔を上げた途端、一筋の涙がこぼれた。何冗談言って。冗談なんかじゃないの。でも最近少しずつ食べられるようになってきたって、嬉しそうに話してくれたじゃないですか。あなたには心配かけたくなくて。俺のこともっと頼ってくださいよ。谷岡くんには新しい未来を生きてほしいの。片田さん。先生から言われたの。私の病気は思った以上に深刻らしくて、手術できたとしても成功率は限りなく低い。そう言って、ユミさんは伏目がちにうつむいた。でも、成功する可能性だってあるんですよね。無理に決まってる。お医者さんが言うぐらいなんだから。俺は諦めませんよ。谷岡くん。彼女と過ごすかけがえのない時間を失うものか。今まで自分の人生はつまらないものだと思っていたけれど、ユミさんと再会し、同じ時間を過ごしていく中で、生きる意味を見出すことができたのだ。あなたがいるから、俺は一生懸命頑張れるんです。これからも自分の未来には、あなたがいてほしいと強く思っています。そんな、私。あなたが好きです。え？長年言えなかった思いを、俺は思い切って打ち明けた。一緒に働いていた時から、ずっと好きでした。だから突然いなくなってから、心に穴が開いたようでした。だから、ここで片田さんと再会した時、あなたのために何でもやろうと心に誓いました。もう二度と目の前からいなくなってほしくないんだ。そんな。今まで胸の内に抱えてきた思いが溢れて出てきたのだろう。何か言おうにも言葉に詰まり、ただ嗚咽するばかりだ。俺はそんなに頼りないですか？彼女は何も言わず、顔を覆うばかりだ。俺は優しく彼女の肩に手を置いた後、一つの決意を胸に、病室を後にした。珍しいな、お前から連絡してくるなんて。患者でごった返す病院内は、相変わらず薬品の匂いや生ぬるい空気に包まれていた。おさむに促され、俺たちは屋上に出た。ダメ元で少し話せないかと連絡をしたところ、おさむはあっさり快諾してくれた。今までの人生において、二人きりでじっくり話したことはなかった。長年引け目に感じていたゆえ、
やっぱりおさむには緊張してしまう。俺は深呼吸を一回して口を開いた。いきなり連絡してごめん。今日は兄さんに、いや、片田さんの主治医である谷岡先生にお願いがあってきました。俺の必死感が強かったのか。おさむはその気迫に戸惑っているようだ。一生のお願いです。どうか片田さんの手術、絶対に成功させてください。この通りです。誠。おさむがぽつりとつぶやくのを前に、俺は頭を深く下げた。しばらくの間、沈黙が続いた。どれぐらい時間が経っただろう。初めてだよな。予想外の言葉に、俺は思わず頭を上げた。お前が俺にお願いをするなんて、思ってもみなかったよ。お前、変わったな。兄さん。そうしておさむは、白衣の襟を両手でピシッと引っ張りながら、もちろん、頼まれずとも、片田さんのためにできることは全力でする所存だ。医者というのは、どこまでも患者さんのために尽力するものなんだから。そう言って、爽やかな笑みを浮かべるおさむはやっぱり、弟の俺から見てもかっこよかった。やっぱり兄さんはすごいよ。そんなことはない。お前も俺よりすごいことをしてるじゃないか。入院してきた最初の彼女は、今よりも沈んでいて、完全に希望を失っていたように見えた。こちらが治療方針を話していても、心はここにあらずといった状態だったんだ。病気は気からとはよく言うけど、投薬治療をしていても、なかなか状況は変わらなくて、むしろ悪化の一途をたどっていった。遠い山々の遥か向こうを見据えながら、おさむはぽつりぽつりと、由美さんのことについて語り出した。でも、お前がお見舞いに来るようになって、彼女は少しずつ変わっていった。会診の時も、笑顔を見せてくれるようになってね。治療にも前向きになっていったんだ。そうなのか。じゃあなんであの時来ないでほしいだなんて。残念ながら、彼女の病気は完全に治るものではない。これからも厳しい治療は続くんだ。むしろこの病気とは一生付き合っていかなければならない。きっと彼女はお前の人生を巻き込みたくないと思っているのかもしれない。そんなこと。お前なりに彼女を精一杯支えてあげるんだ。そう言っておさむは俺の顔を真正面から見据えた。あれだけ堅くなだった彼女が治療を頑張ると言っているんだ。彼女に生きる希望を持たせてあげられるのはお前にしかできない。俺は力強くうなずいた。由美さんからは来ないでほしいと言われてしまったけれど、それだけで簡単に納得できるわけがなかった。その翌日も俺は何でもない様相で彼女の見舞いに訪れた。ちょっと、もう来ないでって言ったのに。だが俺は聞こえないふりをして、いつも通りの会話を続けた。今日はいい天気ですね。うん。何か食べたいものがあれば買ってきますよ。あ、スイーツとかどうです？最近コンビニのスイーツが美味しいんですよ。でもあんまり油分多いのって良くないか。でも大切な人と一緒に食べるといつの間にかペロッといけちゃったりするんですよね。谷岡くん？この間テレビで新しいテーマパークができたっていうのを見たんですけど、そこの絶叫マシーンがかなり強烈らしいんですよ。確か絶叫マシーン好きだって話してましたよね。元気になったらぜひ一緒に行きたいな。それはきっと。まだまだありますよ。夢の国も、推しのボーイズグループのライブも、芸人さんのライブにも行ってみたいって言ってたじゃないですか。だから。何言って。片田主任。いや、片田由美さん。僕は、あなたのことが心から大好きです。これから先、あなたと一緒に楽しいと思える時間を、
たくさん過ごしていきたいし、そんな時間を作っていきたいと、本当に思っています。そんな、夢みたいなこと。夢で終わらせません。あなたの人生を、ここで終わらすわけにいかないんだ。ユミって呼んで。え？もし、これからもそう思ってくれるならば、私のことを名前で呼んでください。じゃあ、ユミさん。はい。手術、受けてくれませんか？案の定、ユミさんの顔は途端に曇っていく。俺は怖いです。でも、あなたを失うことの方がもっと怖い。そんな。だから、俺はあなたと成功した後の未来について、もっと話をしたい。もしダメだったら、その時は？そんなことは考えたくない。沈黙が続いた。私は、しばらくして、ユミさんが遠慮がちに口を開いた。スイーツ食べ放題のお店に行って、好きなだけシュークリームを食べたいかな。そう言って、彼女はあのほんわかした笑みを浮かべた。その笑みに、俺もつられるように笑う。俺はね、ユミさんの目が輝きを取り戻していく。きっと、大丈夫に決まっている。そうしているうちに、手術当日がやってきた。ユミさんは若干の緊張感をにじませながら、ベッドに横たわっている。ユミさんの手を握りながら、俺は言う。絶対大丈夫だから。その言葉に、ユミさんはうなずく。やがて時間がやってきて、彼女を乗せたベッドは、あっという間に手術室の中に吸い込まれていった。オサムが話していた通り、今回の手術は、今までとは比べ物にならないぐらい難しい手術になるのだという。途方もないほどの長い時間、俺はベンチに座り、ただひたすら祈ることしかできなかった。針が何度回ったのかわからないほど、幾度の時を刻み、やがて手術中のランプが消えた。執刀を終えたばかりのオサムが俺の元へやってきた。よく頑張ったな。手術は無事成功したよ。その言葉に俺は張り詰めていた気持ちが緩んだのか、思わず泣いてしまった。ありがとう。本当にありがとう。オサムにしがみつくように、俺はいつまでもお礼の言葉を繰り返していた。麻酔が切れたのか、ユミさんが目を覚ました。おはよう。手術は無事成功したそうだよ。本当？俺は力強くうなずいた。はあ、よかった。彼女は溜めていたものを一気に吐き出したように、すっかり安堵した顔を見せた。目、覚めた？先生。オサムが白衣をなびかせながら、病室に入ってきた。ユミさんも慌てて体を起こす。そんな焦らないで。状態を見るとのことで、俺は一度カーテンの外に出た。大丈夫そうだね。顔色もいいよ。先生、今回は本当にありがとうございました。いやいや、俺は医者として全力を尽くしただけで、お礼は彼に言うんだな。そう言ってオサムは、俺の方へ手のひらを向けた。思わずユミさんが俺の顔を見た。オサムが続けた。俺は医者として当たり前のことをしただけだ。今回成功した何よりの理由は、彼があなたのこと一生懸命支えてくれていたからだと俺は思うよ。そう言って、オサムは直立するような姿勢をとった。片田さん、奴は決して器用な人間ではないかもしれないが、心根は誰よりも優しくて、俺にとってはかけがえのない弟なんです。どうかそんな弟、誠を、どうぞよろしくお願いします。そう言って、オサムは頭を深く下げた。ユミさんは笑顔で言う。はい、こちらこそよろしくお願いします。信じられなかった。夢にまで見た光景は想像以上だった。ありがとう、誠くん。顔を上げた時のユミさんの目は、
今までにないほど輝いていた。今日は体調どう？いいみたい。よかった。くれぐれも無理してはいけないよ。わかってる。ユミさんはその後、難しい手術の後にもかかわらず、驚くほどの回復力を見せつけ、手術から10日間ほどで退院することとなったのだ。もちろん、その傍らにはいつも俺が一緒だ。そして今日は念願のあの場所へと行くことになったのだ。まだ体力がない彼女のため、少しでも負担なく移動できるようにと、レンタカーを手配し、事前にマップを入手して、どう回ろうかと一緒に計画を練ってきた。この時間を何度夢見たことだろうか。今でも信じられない気持ちだ。誠、準備できた？ああ、バッチリ。おい、耳つけるの早くないか？楽しみすぎてもう出しちゃった。もう、しょうがないな。ゆっくりと車を発進させ、俺たちは夢にまで見たあの国へと出発した。車窓から見える青空は雲一つなく、どこまでも続いていく。それは自分たちの明るい未来を反映しているかのようだった。物心ついてから自分には何も誇れるものがないと思っていた。自分の存在が誰かにとって生きる希望となること、この時は何一つ知らなかった。毎日同じことの繰り返しの日々で疲弊し、半ば生きることから放棄した俺だったが、ユミさんは常に優しく、その手を差し伸べてくれた。初めて人の温かさに触れ、この人のために生きていきたいと心から思った。これからも当たり前に過ごせる時間を大切にしながら、ユミさんと共に歩んでいきたい。あんたのお母さん、料理のこと舐めてるんじゃないの？こんな貧乏商売の家に娘をやれるわけがないだろう？娘に恥ずかしい思いをさせる気か？結婚の挨拶に行った先で、俺は義父から弁当屋を見下す発言を浴びせられた。挙句の果てに母が作った唐揚げをすべて捨てられてしまった。俺はその時、なすすべもなく呆然とすることしかできなかったが、後に義父は俺の弁当屋の前で土下座をすることになるのだった。俺の名前は川村直人25歳。俺が小さい頃に弁当屋を始めたが、間もなく父は病気に倒れ亡くなった。その後は母が一人でお店を切り盛りしながら、俺を高校まで育ててくれた。最初はなかなかお客さんが来てくれず、声が枯れるまでお客さんの呼び込みをしたり、チラシをすっては駅前で配ったりと、一人奮闘していた母の姿は今でも忘れられない。そしてその努力が少しずつ実り始め、店には少しずつ客が来てくれるようになった。店の一番人気は唐揚げだ。外はカリカリ。かじるとじわーっと肉汁が染み出てきて、おまけに肉は柔らかい。なんといっても、母が夜な夜な試行錯誤してたどり着いたこだわりのタレが美味しさの秘密となっている。そのタレは秘伝の味と言われていて、その配合は未だに俺も教えられていない。俺は何かあるたびにその唐揚げに幾度となく救われてきた。子供の頃、俺は家が貧乏であることを理由に学校でいじめられていた。母に学校でいじめにあっていることは言わなかったが、母は感じるものがあったんだろう。母は必ずお弁当に唐揚げを入れてくれていた。そして決まって添えられているのは、直人なら大丈夫、頑張れという手紙。母はお店が忙しく、授業参観などの学校行事に来てくれたことは数えるほどしかなかった。それでも母からは、このメッセージを通してたくさんの愛情を感じることができて、どんなことも乗り越えられてこれたのだ。無事に高校を卒業し、
俺はこれといった目的もないまま弁当屋を手伝うようになった。この頃からお店は唐揚げが美味しいと評判になったことで人気店となりつつあった。今や近所のみならず遠方からもお客さんが訪れるようになり、俺は本格的に弁当屋の一員として店に立つことになった。それにより母は仕込みに集中できるようになり、美味しいお惣菜のあるお弁当屋として徐々に人気が高まっていった。そんな中、ある一人の女性客から声をかけられた。すみませんが、唐揚げは今日はないのでしょうか？透き通るような白い肌をした彼女は、パッチリした目をこちらに向けて聞いてきた。かわいい。あ、唐揚げですね。ちょっと確認してきます。俺は厨房を覗き、母から残り少ない唐揚げを受け取った。今日はこれで最後です。はい、ありがとうございます。よかった。無邪気に笑いつつ会計を済ませた彼女は長い髪をなびかせ帰っていった。それからも彼女はたびたび惣菜や弁当などを買いに来てくれるようになり、その度に一言二言会話を交わすようになった。彼女の名前は常田めぐという。店が忙しい時間帯は顔を合わせるだけの時もあったが、それでも俺はめぐの来店を心待ちにするようになった。そして俺とめぐは次第に店の外でも会うようになり、交際に発展した。めぐは大手出版社に勤めている父親と専業主婦の母親のもとで育った一人娘。日頃の言動から見ても、俺とは違って育ちの良さがにじみ出ていた。付き合ってから2年の月日が流れた。俺はメグと結婚を意識するようになった。しかし、俺は悩んでいた。ありがたいことに弁当屋は繁盛していて、最近は弁当屋の一通りのことを任せてもらえるようになった。実質、弁当屋の店主として忙しくしてはいるものの、他に何か取り柄があるわけでもない。かたや彼女は、大手出版社の部長を務める華々しい家庭で育った一人娘である。どう見ても釣り合わないであろうことは、傍から見ても明らかだった。果たして俺は、メグを幸せにできるだろうか。お店に立っていても、そんなことばかり考えるようになっていた。そして、俺はついにプロポーズをした。答えはイエス。顔をあからめながら返事をしてくれたメグの姿に、俺は一生彼女を幸せにしていこうと誓った。今日はついにメグの家に結婚の挨拶に行く日だ。俺は初めてのスーツに身を包み緊張していた。そんな俺の前に母は紙袋をどさっと置く。これって、紙袋から伝わってくるあの香りが俺の鼻をくすぐった。これだけあれば大丈夫でしょう。あんたなら大丈夫。自信持ちなさい。母さん。今日は店の定休日だが、母は昨日店が閉店した後、俺のために延々と唐揚げを作ってくれていたらしい。母の目元にはクマがくっきりと浮かび、手や腕にはところどころミミズバレができている。俺は母親の偉大な愛を感じた。母さん、ありがとう。俺頑張るわ。くれぐれも失礼のないようにね。ああ、じゃあ行ってきます。俺は大量の唐揚げをぶら下げて、メグとの待ち合わせに向かった。そんなに緊張しなくても大丈夫だよ。俺はメグのフォローが耳に入らないぐらい固まっていた。初めてお邪魔した常田家は白い壁と大きい窓が印象的ないかにも裕福な家族が住んでいそうな豪邸だった。玄関では義母が出迎えてくれた。いらっしゃい。今日はよく来てくださいましたね。主人は奥で待っています。そんなに緊張しなくてもいいからね。
そう言って義母は緊張を和らげようとしてくれた。緊張したままリビングに迎え入れられると、義父がソファに座って新聞を広げている。お邪魔しますという俺の声に反応はなく、顔も上げてくれない。なんだか嫌な予感がした。だが明るい性格の義母とメグのおかげで、穏やかな雰囲気となり、会話が弾んだ。義母は小さい頃のメグの話を面白おかしく話してくれて、俺は思わず吹き出してしまうほどだった。メグも時折照れながら、義母の話を嬉しそうに聞いている。話が落ち着いたところで、義母とメグが昼食の準備をしにキッチンに行ってしまった。リビングは俺と義父の二人だけになり、突然義父の目が鋭く光った。俺は思わず身構えてしまった。メグから聞いたんだが、君の家はお弁当屋をやっているんだってね。はい。私が小さい頃からやっていて、父が亡くなってからは母が一人で店を続けてきました。最初は苦労しましたが、おかげさまでお客さんがたくさん買いに来てくださるようになって、お店は順調にやってこれています。メグさんもよくうちに買いに来てくれています。順調ね。義父は腕を組みながら小馬鹿にするような視線を俺に向けてきた。しばらく続く無言の時間。俺は胸がドキドキしていた。すると義父は俺に向けてタバコの煙を吐き、灰皿でぐりぐりともみ消しながら口を開いた。もしかしてさ、今後あんたがこのお店を継いでいくなんてことは考えていないだろうね。義父の存在な物言いに若干苛立ちながらも俺は答える。はい。最近は店全般のことを任されていることもありますし、ゆくゆくはお店を継ぎたいと考えています。あ、そうだ、こちらを。そこでようやく唐揚げの存在を思い出した。緊張してすっかり忘れていた。俺は紙袋から慌ててプラスチック容器を出した。その時、紙切れのようなものが落ち、急いでポケットにしまう。うちの唐揚げを持ってきました。お客様からとても好評で、店の看板商品になっています。どうぞお召し上がりください。まだたくさんありますから。昨日うちの母が張り切って作りすぎてしまって、義父はまるで汚いものをつまむように唐揚げを持ち上げ、一口食べた。その途端、苦々しい表情を浮かべ、おえーという汚らしい音とともに唐揚げをティッシュに吐き出したのだ。信じられなかった。まずいなこれ。本当に唐揚げなの？まるで残飯レベルだな。そういうなり、義父は残りの唐揚げをすべてゴミ箱に捨ててしまった。俺は頭が真っ白になった。驚きのあまり声が出ない。しかし、義父はそんなこともお構いなしに、俺に対して次々と暴言を吐いてくる。しまいには、こんなまずいのを出しておいて、よくお店が順調とか言えるな。あんたのお母さん、料理のこと舐めてるんじゃないの？俺はな、仕事柄、いろんな料理を試食してきたけど、こんな油臭いやつ食べたことないよ。口の中が気持ち悪い。おい、水はないのか？義父のあまりの言い草に、俺は呆然とした。今起こっていることが現実じゃないような気さえする。お待たせ。その時、義母とメグが大量の料理とお酒を持ってきた。義母やメグが今日のために一生懸命作ってくれたんだろう。だが、二人の間に流れる陰鬱な空気に、メグたちは思わず沈黙してしまった。いや、ちょっと。すみません、お手洗いに。俺は頭を冷やそうと、その場から逃げるようにトイレに向かった。個室の扉を閉めた瞬間、
溢れ出す涙。信じられなかった。あの義父は本当にメグの父親なのか？義父に会うまではてっきり頭が良くて人間としても素晴らしい人なんだと思っていた。それなのに、俺が思っていた人とまるで違う。しかも弁当屋は貧乏人がしているケチくさい商売だと決めつけている。だからあれだけの暴言を平気でぶつけてきたのだ。そのことがたまらなく悔しかった。俺はメグと結婚したところで、この先義父とうまくやっていけるのか？とにかくこんな顔で出てくるわけにはいかない。気持ちを落ち着かせようと、俺は顔を洗い、ハンカチを取ろうとポケットに手を入れたとき、先ほど落ちた紙切れが出てくる。開いてみると、見慣れた字が並んでいた。ナオトなら大丈夫、頑張れ。母からの精一杯のメッセージだった。こんな時でも文面一緒かよ。そうつぶやいて笑おうとするも、懸命に唐揚げを作ってくれた母を思い出し、涙がこみ上げてきた。家までの帰り道、足取りは重たかった。ただいま。おかえり。母はいつものように明日の仕込みをしながら様子を聞いてきた。今日はどうだった？よかったよ。ご両親もいい人だったし。豪勢な食事もいっぱい出てきたし、さすが裕福な家って感じだった。そう、それはよかったわね。でも、本当にそれだけ？母は手を止めて、俺の顔をじっと見てきた。思わず目をそらす。何かあったんじゃないの？相変わらず母はすごい人だ。何もかもお見通しだった。俺は義父との間で起こったことを母にすべて話した。その間、母は何も言わず、ただ相槌をするだけだった。しかし、俺が話し終えると、突然笑い出した。そしてつぶやくように言う。その人、クビになるかもね。どういうこと？今まで見たことのない母の様子に、俺は戸惑った。しかし、母はこの後一切、この話には触れようとせず、仕込みを続けた。あの最悪な結婚挨拶から数日が経ったある日のことだった。閉店後、後片付けをしていると来客があった。申し訳ありま。どうされたんですか？そこには、メグとご両親の姿があった。俺は不意に先日のギフトのことを思い出し、ドキッとした。お仕事中、ごめんね。メグの目は真っ赤だった。心なしか顔がやつれてしまったかのように見える。とりあえず、中入ってよ。随分と込み入った話になることは間違いない。俺は重ねられているパイプ椅子を出して座るよう促した。話を聞くと、あの日俺が帰った後に義母がゴミ箱に捨ててある大量の唐揚げを発見したらしい。そこで義父にどういうことなのかを聞いたのだという。最初は白を切ろうとしていたが、そこにメグも参戦し、二人で義父を問い詰めた。そこでようやく観念した義父は、俺とのことを白状したのだという。事の次第を知った二人はカンカンに怒った。特にメグの怒りようは想像以上だったらしく、義父とは一切口を聞いていないらしい。自分の結婚相手を侮辱されたら、そりゃ嫌になるだろう。義母が不満げに立っている義父の背中を押しながら言う。あなた。仕方なく義父は頭を下げて謝罪した。この間は君に無礼なことをした。大変すまなかった。棒読みするように謝罪の言葉を口にする義父に反して、義母は一言も発することなく、ただ頭を下げるだけだった。傍らにいるメグも悲痛な表情でうつむいている。
しかし義父はとんでもないことを言ってきた。唐揚げを捨ててしまったことは大変申し訳なく思っている。だが、こんな貧乏商売の家に娘をやれるわけないだろう。娘に恥ずかしい思いをさせる気か。相変わらず、弁当屋は貧乏だと思っているようだ。俺は再び怒りがこみ上げてきた。何か言おうと口を開いたその時、後ろから母が出てきた。はじめまして。先日は息子が大変お世話になり、ありがとうございました。常田さんは、こんなみすぼらしい弁当屋が作った唐揚げが、よっぽどお口に合わなかったようですね。本当に残念なことでした。つきましては、御社とのお話はなかったことにさせていただきます。義父はしかめっ面をしながら反論してきた。はあ？何言ってんだお前。こんな貧乏臭いお店をやっているような人間と取引しているなんてあるわけないだろう。毎日油まみれで頭おかしくなったんじゃないのか？だが母は一切表情を変えず、こう言い放った。それは、おかしいですね。常田さんがお勤めしている会社の菅野さんという方から料理本のお話をいただいているはずなんだけど。菅野専務。どうやらその話は本当だったらしい。突然の展開に義父は顔面蒼白となり、うろたえていた。実はメグと付き合い出した頃から、あるテレビでうちの弁当屋が取り上げられることをきっかけに取材されることが増えた。唐揚げをはじめとするお惣菜が絶品であることに加え、母のざっくばらんなキャラクターが大いに受け、ここ最近は惣菜が美味しい弁当屋のマリコとしてテレビに引っ張りだことなっている。特に母が有名人のお宅にお邪魔して、冷蔵庫の食材だけで絶品おかずを作り出す番組は人気で、その撮影のためにお店を不在にすることが増えていた。そのこともあって、今は俺が一人で仕込みから接客のほとんどを担っている。昔から母が切り盛りする姿を見てきたおかげで、どうすればお客様に喜んでいただけるかというところまで気を配ることができたし、今もお店は順調に売り上げを伸ばしている。そして、なんとこの度、母は義父が勤めている大手出版社から専属契約を打診されたのだ。早速、料理本をシリーズで出す契約で話が進んでいるそうなのだが、この分だと、それも怪しいだろう。専務から直々に話が来たということは、それだけ会社が期待をかけている案件であることに違いない。ダメになれば会社にとって大きな痛手となるに違いない。明日、菅野専務にお断りの連絡しとかなきゃ。ようやくことの次第に気づいた義父は、その場で土下座をした。この度は、ご子息様に大変失礼なことをいたしました。河村さん、どうか料理本の件、考え直していただけませんか。常田さん、あなたは息子のことさえ謝ればいいと思ってるでしょ。何を言われているのかさっぱりわからないといった表情で母を見つめている義父。いや、主人はね、亡くなる最後までこのお店のことや私たちを気にかけていたの。亡くなった後に日記が出てきてね、こう書かれていたの。俺なら大丈夫。頑張れ。きっとね、自分にもお店にもそう言い聞かせながら最後まで病気と戦っていたんだわ。だから私も何かあるたびにそれを思い出して自分に言い聞かせていた。息子にもそれを伝え続けてきたつもりよ。初めて聞いた話だった。あのメッセージは母だけでなく父からのメッセージでもあったのだ。母もその言葉に支えられてきたことを知って、俺はこのお店の子供に生まれてきてよかったと心から思った。あなたがしたことは
このお店を冒涜した最低な行為です。そんなあなたがお勤めになっている会社で本を出すなんて、今後金輪際ありえません。どうぞお帰りください。唐揚げを捨ててしまったことを深くお詫び申し上げます。何卒どうか。義父は額が床につくのではないかと思うほど頭を下げていた。義母とメグはそんな義父を冷めた目で見ているだけ。その様子を見ていた母がぽつりと一言。人も食べ物も大事にしないとね。店は朝から活気があふれている。昔から変わらない店の味を求め、連日多くのお客さんが店に来てくれている。義父は娘の結婚相手に暴言を吐いた上、その相手があの人気料理家のマリコの息子であることが社内に知れ渡った。義父は出版社から左遷され、単身見知らぬ土地でひっそりと窓際族になり下がっているのだという。義母はそんな義父に愛想を尽かしているものの離婚はせず、優雅にお一人様を満喫しているそうだ。もうビクビクしながらあれこれ世話をする生活をしなくてもいいと思ったらせいせいするわ、と義母はことあるごとに嬉しそうに話してくれる。俺はめでたくメグと結婚した。母は本腰を入れてテレビの仕事をしていくということで、今は二人で店を切り盛りしている。結局義父がいた大手出版社との専属契約は流れてしまい、料理本の出版契約も白紙となってしまった。しかし、さほど大手ではない出版社から料理本を出版することになり、発売するや瞬く間にベストセラーとなった。その後も他の出版社からの依頼は絶えることなく、今に至っている。テレビには相変わらず引っ張りだこで、すっかりタレント風情が身についてしまったようだ。今では情報テレビのコメンテーターを務めるようになった。そんな母の人気も手伝って、弁当屋はさらに大繁盛している。そして看板商品の唐揚げも、開店してから数分で完売してしまうほどの人気ぶりとなった。実は今、弁当屋の規模を拡大してフランチャイズ化する計画を立てている。先ほど大手の飲食チェーンを展開する会社と顔合わせを兼ねた会食に行ってきた。俺はこんな順調すぎる状況に半ば戸惑っているのだが、それでもあの言葉を胸に今日もお店に立っている。ナオトなら大丈夫。頑張れ。俺はこのメッセージから愛情だけではないたくさんのことを受け取ってきた。それはどんなに大変で、人から後ろ指刺されるようなことがあったとしても、人に喜んでもらうことを第一としながら、自分を信じていくことが大切だということ。そんな父と母の思いがあったから、俺はここまで頑張ることができたのだと痛感している。それはたとえどんな職業に就いたとしても変わることはないだろう。努力は絶対報われる。これからもお客さんに喜んでもらえることを大切にしながら、メグと力を合わせて頑張っていきたい。こんな最低評価の旅館なんて、誰も泊まりに来るわけないだろう。いたとしても、物好きかこの旅館と同じく落ちぶれた人間ぐらいだ。鮫島さん、お客様の前でそんなこと。俺が泊まっている稲森旅館に下びた笑い声が響く。鮫島と呼ばれた男は、ニヤニヤといやらしい笑みを浮かべた後、お上へと凄んだ。お客様はっはっは、客なんて全くいないじゃないか。稲森さん、あんたの手腕じゃこれが限界ってことだよ。いい加減現実を見なって。散々好き放題言った鮫島は、お上たちの様子を見て気が済んだのか、高笑いしながら去っていった。
大事な旅館を口汚くけなされ、おかみさんの手はかすかに震えていた。もう終わりだわ。たったの数日間しかこの旅館に関わっていない俺でも、彼女たちの悔しさが伝わってくる。いえ、まだ終わってなんかいません。俺に任せてもらえませんか？それから数ヶ月後、俺を含め、稲森旅館に関わった人たちの運命は大きく変わることになる。だって、俺の正体は。俺の名前は重森章一郎。都心にある有名ホテルでコンシェルジュとして働いている。俺の信念は真心のこもったサービスをお届けすること。このホテルで新人教育を担当してくれた先輩も、お客様の視点に立っておもてなしをするようにと、俺に何度も教えてくれた。そして、その教育の下で育った俺も、後輩たちに同じように指導をしている。しかし、新しい支配人が就任してからここ数年、利益、効率重視の考えの比重が重く、そのやり方に反発して、多くの人が辞めていった。今残っているのは、支配人の方針にイエスという人間がほとんどだ。その中で、支配人に反発する俺は異端そのものだった。この日も、利益のため、無茶を押し通そうとする支配人と意見が食い違い揉めていた。さすがに何年も噛みついてくる俺が鬱陶しかったのだろう。この日、とうとう支配人から、私のやり方に従えないなら、さっさとここをやめてくれて構わない。と言われてしまった。何度言っても変えられない経営方針。味方が誰一人いない職場。何より従業員もお客様も大事に思ってもいない態度の支配人の態度に耐えきれず、そのままホテルを退職した。このままここで働いていても、俺の求めているやりがいや大事にしている信念からは遠く離れてしまう。だから、辞めたことに一切の後悔はなかった。それでも、長年勤めていた愛着も、思い出もある職場を離れることに、多少なりともセンチメンタルな気分になった俺は、気分転換を兼ねて旅行へ行くことを決めた。これまでも、休みが取れれば、勉強とリフレッシュを兼ねて、国内外問わず、いろいろな宿泊施設を利用していた。その中でも、普段働いているホテルではなく、非日常的な感覚にもなれる日本旅館を選択することが多かった。以前から気になっていた旅館をふと思い出し、ホームページを開く。豊かな自然に囲まれ、くつろぎのひとときを、稲森旅館。トップページには、落ち着いた雰囲気の旅館の様子、名湯と謳われる温泉や、地元食材を使った料理の紹介や、周りの雄大な自然などの写真が載っていて、眺めていると気分がウキウキとしてくる。写真に写っている女将をはじめとした従業員たちは、みんな素敵な笑顔だった。稲森旅館は接客が素晴らしいと評判となっていて、勉強のためにも、いつか泊まってみたいと、去年からチェックしていた旅館だ。退職した身の俺としては、勉強という意味合いは薄れたものの、この旅館で過ごす日々に心を躍らせながら、予約の手続きを取った。数日後、俺は稲森旅館のある町を訪れていた。最近では観光地として、周囲の開発も進んでいるようで、町自体も賑わっており、休日ということもあってか、多くの人が訪れていた。旅館は山の方にあるため、近づくにつれて町の喧騒はやみ、視界は木々の緑が多くを占め、鳥のさえずりと木々のざわめきが聞こえ始める。それだけでも非日常感を味わうには十分で、すっかりリラックスした気分だった。無事に到着すると、しっかりとした作りの旅館が目に入る。少し寂れた雰囲気はあるものの、歴史を感じさせるような立派な建物で、周りの自然とも見事に調和していた。ここで数日を過ごせるのかと想像しただけで、顔がにやけてしまう。俺は軽やかな足取りで玄関を通り、フロントへと向かった。しかし、フロントに立つ従業員は、
俺が入ってきたことにも気づかず、手元の書類か何かを一生懸命読み込んでいる。俺は戸惑いながらもフロントへと声をかけた。はい、お客様。失礼いたしました。ようこそ、稲森旅館へ。明らかに慌てた様子で頭を下げる従業員の女性。言葉も動きもたどたどしいので、新人なのだろうか。チェックインの手続きをするため、彼女が書類やパソコンなどで諸々の確認をしている間、周囲を見回してみると、時折玄関前を通る中井さんたちは、みんなバタバタと忙しそうに動き回っていた。その動きもどこかぎこちなく、今にも転びそうな人もいたほどだ。先輩らしき人が声をかけながら、フォローしつつ業務をこなしている。しかし、その誰もが、フロントに立つ俺には気づきもせず、立ち去っていった。接客が評判だったはずだけど、これはちょっと。一生懸命さはひしひしと伝わってくるので、その点では好感も持てるのだが、この雰囲気の中でくつろげるのかという点では、残念ながら難しそうだと感じてしまう。そんなことを考えながら手続きを待っていると問題が発生してしまった。俺が予約した部屋はもう他の人が入っている？申し訳ございません。俺の言葉に、フロントの女性は泣きそうな顔でひたすら頭を下げている。いわゆるダブルブッキングというやつだ。参ったな。本当に申し訳ございません。この旅館へ泊まることを楽しみにしていた分、怒りよりも落胆の方が大きかった。必死に謝り続ける従業員の声が響く中、こちらへとかけてくる人影があった。重村様、こちらの確認不足でご迷惑をおかけしてしまい、大変申し訳ございませんでした。ホームページに載っていた人物と一致する顔を見て、この人が旅館の女将だと認識する。おそらく、ダブルブッキングが発覚した時点で、フロントの従業員が連絡を入れたのだろう。女将さんは先ほど小走りにかけてきたにもかかわらず、息一つ乱していない。結い上げた黒髪が、艶やかで美しく、落ち着いた藤色の着物がよく似合う、綺麗な女性だった。物腰も柔らかく、指先までに至る所作の美しさや、丁寧な言葉遣いなども素晴らしかった。他に空き室などはないのでしょうか。この旅館に泊まるのを楽しみにしていたので、できれば滞在したいのですが、俺の言葉に、フロントへと即座に回り込み、予約状況などを素早く確認する。誠に申し訳ございません。本日、全室予約が埋まっておりますので、代わりのお部屋をご用意することも難しい状況でございます。そう言って、おかみさんは再度深々と頭を下げる。隣にいる女性従業員も、おかみさんに続くように一緒に頭を下げていた。そうですよね。残念だな。すみません。ははは。おかみさんの返答に、俺の落胆は一層大きくなり、思わず本音が漏れる。あからさまにしょげている俺の顔を見たおかみさんが、遠慮がちに俺へと声をかけた。休日ということもあって、近隣の宿もおそらく予約でいっぱいかと思います。そこで、重村様がよろしければなのですが、私の家がこの旅館のすぐ隣にございます。お詫びと言ってはなんですが、今は誰も使っていない離れを重村様にお使いいただき、ご宿泊をしていただければと思うのですが、いかがでしょうか。こちらの落ち度ですので、もちろん費用はいただきませんし、お食事なども変更なくサービスをさせていただきます。思わぬ提案に、俺は固まってしまった。離れとはいえ、個人宅に泊まるのはさすがに戸惑われたので、断ろうとするも、おかみさんには、当旅館での滞在を楽しみにしてくださったお客様を、このままお返しするのは忍びないと言われ、フロントの女性にも何度も頭を下げられてしまった俺は、折れるしかなかった。うわぁ、素敵な部屋だ。喜んでいただけてよかったです。おかみさんは宿泊客の対応が入っているとのことで、娘さんである
ひなこさんに案内してもらった。部屋はきれいに整っていて、純和風の内装も旅館の部屋と同じくらい素敵だった。旅館のすぐ隣ということもあって、窓から見える景色もおそらく旅館の部屋から眺めるものと遜色ないのではないだろうか。本宅や旅館からは少し離れているので、物音や話し声なども気にならなそうだ。部屋へと案内してくれたひなこさんから、食事の時間、温泉の利用についてなどの説明を受ける。彼女の接客はそこかしこに母親であるおかみさんの面影を感じさせる。俺の質問にもよどみなく答え、にこやかな笑顔と細やかな気配りで、こちらの気持ちをほぐしてくれる。同業者の俺から見ても、ひなこさんの接客は素晴らしく、見習うべき点が多くあった。だからこそ、不思議にも思う。おかみさんもその娘であるひなこさんも、こんなに高い接客スキルを持っているというのに、フロントにいた女性をはじめとした他の従業員の不慣れな感じはなぜなのか。単に教育不足なだけなのか、彼女たちが皆新人なのか。どちらにしても、従業員のレベルに差がありすぎて、旅館への評価は残念なことになりかねない。いいところもたくさんあるのにもったいないな、というのが素直な感想だった。そんなことを考えているうちに説明は終わっていたようだ。本日は誠に申し訳ございませんでした。この後のご滞在が少しでも良いものだったと重村様に感じていただけるよう、できる限りのおもてなしをさせていただきますので、何なりとおっしゃってくださいね。そう言って、見せてくれた彼女自身を映すような明るく輝くような笑顔に、俺は見惚れて黙り込んでしまった。重村様、いかがされましたか？ひなこさんが急に黙り込んだ俺を心配そうな瞳で覗き込んでくる。おそらく、俺と同年代くらいだと思うのだが、少し幼さの残る顔立ちで、特に日の光を受けてキラキラと輝く大きな瞳が印象的だった。その瞳に見つめられて、俺の顔に熱が集中する。いえ。そうだ、温泉もですが、料理もすごく楽しみにしているんです。ありがとうございます。当旅館の周りは、見ての通り山々に囲まれておりますので、やはり山菜やキノコといった山の幸や、渓流釣りで採れる川魚がメインになりますね。うちの料理長が作る料理は全部美味しいので、たくさん召し上がってください。もちろん温泉もうちの自慢の一つですよ。塩分を含んでいるお湯でお肌にもいいのですが、疲労を取る効果もバッチリなので、ゆったりと入って疲れを癒してくださいね。それから、熱が入っているせいか、言葉も先ほどまでの堅苦しさが取れ、少し砕けた言い方になっていた。本来はお客様相手にそんな言葉遣いは NG だが、ひなこさんの様子から旅館のことを熱心に勉強していること、何より旅館のことが好きという気持ちが伝わってくる。話が止まらないひなこさんはもちろんのこと、話を聞いている俺も自然と笑顔になっていた。すみません。私ったら話に夢中になりすぎて、重村様を置いてきぼりに、旅館のことを話し始めると止まらなくて、お母さんにもよく叱られているのに。ひなこさんは顔を赤くしながら恥ずかしそうにうつむいている。いえ、たくさん話を聞かせていただいたおかげで、滞在中の楽しみが増えました。それに、あなたがこの旅館が好きだという気持ちが伝わってきて、とても温かな気持ちになりました。ひなこさんは、やはり将来はこの旅館を継がれるのですか？ひなこさんは俺の言葉にほっとしたように表情を緩める。はい、この旅館が大好きで、私にとってとても大切な場所ですから。今は母と私だけですが、昔は亡くなった祖父母や父も一緒にこの旅館で働いていたんです。小さい頃から家族や従業員さんたちの姿を見て育ちました。もちろん仕事としては重労働で大変ですし、子供心に寂しい思いもしてきましたけど、お客様に笑顔になってもらえた時の母たちの嬉しそうな表情は私の心にずっと残っています。だから私も母の後を継いで
立派なお上になって頑張ってくれる従業員のみんなと一緒に、お客様に心からありがとうを言ってもらえる旅館にしたいと思っているんです。とはいえ、まだまだ失敗だらけで落ち着きもなくて、母や先輩方から叱られてばかりの半人前なんですけどね。にこやかに話すひなこさんの様子から、旅館を継ぎたいという強い意志が感じられる。その姿を見ていると、自然と俺の口から言葉がこぼれていた。ひなこさんなら立派なおかみさんになれますよ。え？驚いた顔のひなこさんと同じくらい。俺自身も自分の発言に驚いていた。互いに顔を見合わせた後、二人で笑い合う。重村様、ありがとうございます。まずは重村様にご満足いただけるように、私、頑張りますね。ひなこさんは笑顔を見せると、それでは何かありましたらお呼びくださいと一礼して、部屋からパタパタと去っていった。離れに泊まる俺の世話のほとんどは、ひなこさんが担当してくれていた。部屋へと訪れるたびに、不便はないかなどと気にかけてくれ、少しの世間話から二人でいつの間にか話が盛り上がり、慌ててひなこさんが持ち場に戻る。なんてことを数回繰り返したりもした。ひなこさんの言っていた通り、素晴らしい料理と温泉をたっぷりと堪能した俺は、用意された布団に大の字になって寝転ぶ。最高。お腹もいっぱいだし、温泉も気持ちよかったし。それに、太陽の匂いのする柔らかな布団にくるまりながら目を閉じる。思い浮かぶのは、ひなこさんの笑顔だった。彼女の笑顔には、お客様をもてなしたいという気持ちがこもっているからか、見ているだけで心がポカポカと暖かくなるような、まるで春の日差しのような暖かさが宿っている。でも、その暖かさを思い出すと同時に、胸がドキドキして、頬のあたりに熱が灯る。ひなこさん、素敵な人だな。部屋に一人なのをいいことに、俺の口から思わず言葉がこぼれていた。その間も、今日一日で見た、彼女の笑顔が次々と浮かんでいく。このまま眠れば、彼女の夢が見られるだろうか。そんな中学生みたいなことを思いついた自分が恥ずかしくて、頭から布団をかぶる。一人で布団の中でジタバタしているうちに、俺はいつしか眠りに落ちていた。翌朝、身支度を整え、部屋へと運ばれた朝食をとる。今日は観光に出ようと思い、近くの観光名所やおすすめスポットなどを教えてもらうため、旅館の方へと足を運ぶ。フロントへと到着すると、何やら騒ぐ声が聞こえてきた。一体どうなっているんだ？大変申し訳ございませんでした。静かな朝には似つかわしくない大声が響き渡る。どうやらクレームのようだ。不機嫌に怒鳴り散らす宿泊客の前で、おかみさんとひなこさん、他数名の従業員が頭を下げている。こんなに不愉快な宿は初めてだ。もう帰らせてもらう。そう言って、俺の目の前をドスドスと音が鳴りそうなくらい苛立った様子で、足を踏み鳴らしながら、その宿泊客が通り過ぎていく。声をかけるか悩んでいたが、様子を見ていた俺の視線に気づいたおかみさんが、俺へと声をかけてくれた。重村様、お騒がせしてしまい申し訳ございません。何かご入り用でしょうか？おかみさんの言葉は変わらず丁寧で柔らかいが、その表情から少しばかりの疲れを感じ取れた。客の立場でお聞きすることではないとは思うのですが、何かあったのですか？俺は遠慮がちに質問する。俺の言葉におかみさんは少し悩んだ後、困ったような笑みをかすかに浮かべながら答えてくれた。先ほどのお客様からクレームをいただきまして、ですが、詳しく聞いてみると、先ほどの客に予約した部屋と違って案内されたのは粗末な部屋だった。従業員の説明もわかりにくく、態度も横柄で最悪だ、と言われたらしい。しかし確認してみても、予約に間違いはなく、普段の宿泊客を対応した従業員の誰もが特別何かをしでかした事実もない、
ということだった。ここ半年くらいなんですけど、こういったおかしなことが増えたんです。部屋に用意してある茶菓子が賞味期限切れだとか、個室風呂の温度が低くて風邪をひいたとか、事実無根のクレームが入って、先ほどのように帰ってしまわれたり、当日になって予約キャンセルが相次いだり、この前も宿泊予約サイトにうちの旅館を名指ししたクレームがあったんですけど、うちではお出ししていない料理のクレームだったりして、その頃から客足もガクンと減ってしまいました。ひなこさんの言葉に続いて、他の従業員からも次々に不審と思われるような出来事があったと声が上がる。多くのお客様を相手にするため、中にはそういった輩に運悪く出会ってしまうことはあるものの、この半年で立て続けにそういったことが起きているのは確かに異常と言えないこともなかった。もしかして誰かが稲森旅館に嫌がらせしてるとか？従業員の誰かがぽつりと言った言葉に、みんなの声がピタリと止まる。その時、何気なくおかみさんの方を見てみると、どこか暗い表情だった。声をかけようかと思ったその時、玄関が勢いよく開く音が聞こえた。みんなが一斉にそちらを向く。おやおや、何やら沈んだ空気ですね。まるで通夜のようだ。随分と失礼な物言いにカチンときたものの、すかさずおかみさんが一歩前へと出て、入ってきた人物と対峙する。鮫島さん、どのようなご用件でしょうか。俺の位置からではおかみさんの顔は見えないものの、その言葉はどこか固い響きを持っていた。稲森さん、また客が帰ったんですか？これで何度目です。前々から言っているでしょう。あなたでは役不足だと。そうそう、聞きましたよ。ここの従業員が不出来でサービスが最悪だとね。一時期は接客が素晴らしいと評価されたこの旅館を、ここまで貶めたのは他でもないあなただ。鮫島と呼ばれた男は得意げな顔で語っている。その言葉を黙って聞いていたおかみさんだったが、すぐに毅然とした態度で反論する。鮫島さん、私どもの大事な従業員を愚弄する発言は撤回してください。彼らは皆一生懸命この旅館とお客様のために働いているのです。部外者であるあなたに何かを言われる筋合いはございません。おかみさんの言葉も鼻で笑いながら、鮫島はなおも言葉を続ける。一生懸命やっていればいいというものではありませんよ。実際この旅館の従業員はほとんどが素人同然。人手不足な上に教育も全く行き届いていない。そんな旅館に誰が泊まりたいと思うんですか？教育不足は私の責任です。ですが、派遣会社を通しても人が入ってこないのです。それもこれも、鮫島さんが手を回して。嫌だな、稲森さん。証拠もないのに言いがかりはやめてくださいよ。教育もできない低レベルな旅館だから、人も客も寄りつかないんですよ。これ以上価値を落とすのはやめたらどうです？周りをご覧なさい。他のところはみんな私の意見に賛同してくれましたよ。この辺りで残っているのは、ここを含めてあと数軒。さっさと廃業して、値段のつくうちにこの土地を明け渡せばいい。親子で路頭に迷いたくはないでしょ？鮫島の言葉を聞いて、ひなこさんが小さく声を漏らした。その顔は青ざめている。おそらく今初めて知ったのだろう。この旅館が鮫島に狙われているという事実を。鮫島と対峙するおかみさんは変わらず毅然とした態度を取り続けているが、握りしめる拳がかすかに震えているのが見て取れた。おや、お嬢さんは知らなかったのですか？あなたのお母様が意地を張っていて、こちらも困っているんです。一日でも早くここを明け渡してくれないと、こちらとしても計画が進められないんですよ。まあ、このままごね続けるというなら、もっと強引な手段に出てもいいんですよ。その手の知り合いはたくさんいるんでね。ニヤニヤといやらしい笑みを浮かべながら、おかみさんへと凄む鮫島に、
俺の堪忍袋の尾が切れた。相手の話も聞かず、自分の意見がさも正当だと言わんばかりに話を進めようとするあの態度が、前職の支配人の姿とダブって見えたというのもある。しかし、まだ1日しか経っていないとはいえ、何かと世話になっているこの稲森旅館を潰そうとしていること、おかみさんやひなこさんを悲しませる存在である鮫島という男が許せなかった。それって、脅しですか？あなたの今の発言を警察で証言しましょうか。はぁ？なんだお前は。突然割って入った俺に、鮫島は驚いていた。重村様。おかみさんとひなこさんの声が重なった。俺は、ここに宿泊している客です。偶然この場に居合わせましたが、今言った通り、ここに警察を呼んで、あなたの脅迫行為をお話ししてもいいんですが？俺は右手にスマホを持って、鮫島とおかみさんの方へと一歩進み出る。まだ客がいたのか。とにかく、早く決断しないと大変なことになるぞ。また来るから。今度こそ書類もろもろ用意しておくんだな。捨て台詞のようにそう言うと、額に汗をかきながら、ドタドタと慌てた様子で、鮫島は立ち去った。玄関が閉まり、ようやく静かになった玄関に、ひなこさんの声が響く。重村様、ありがとうございます。そう言って、俺の手を取る。ひなこさん。俺、大したことはしてませんから。恐縮する気持ちと、手を握られている焦りとで、しどろもどろになる俺。そんな俺たちのところへ、おかみさんがやってくる。重村様、本当にありがとうございました。助かりました。そう言って、顔を上げたおかみさんは、事情を話してくれた。おかみさんの話によると、1年ほど前から、鮫島にこの土地を渡すように迫られている、とのことだった。どうやら町を挙げて、この周辺を観光地として盛り上げるべく、いろいろな事業案が立ち上がっている中で、鮫島が経営している会社も名乗りを上げ、この辺り一帯をリゾート化する計画を立てているらしい。一部の有力者の賛同を得たことで、鮫島は勢いに乗り、稲森旅館をはじめとした周辺の宿や店に対し、時には強引な手段を使って買収などを行い、手当たり次第に土地を手に入れていた。鮫島の力には逆らえず、周辺はほとんどが廃業、または移転をし、残っているのはここ稲森旅館と数軒しかない状態まで追い込まれていた。ここ半年は鮫島の脅しも激しくなってきていて、どこかで雇ったのであろう人間を使って、偽のクレームやキャンセル騒ぎを起こし、稲森旅館の評判を落とすことで揺さぶりをかけているようだった。お母さん、どうして相談してくれなかったの？私たち、そんなに頼りなかった？おかみさんが語る真実に、ひなこさんが目に涙を浮かべていた。おかみさんも、その言葉に苦しそうにうつむきながら、ひなこさんの手を握りしめている。ひなこ、みんなごめんなさい。あなたたちを不安にさせたくなかったの。鮫島の相手は私だけが請け負って、あなたたちにはいらしてくださるお客様にだけ向き合ってほしかった。でも、結果的にあなたたちを不安にさせてしまったわね。ごめんなさい。不甲斐ないおかみで、本当にごめんなさいね。うつむいているため顔は見えないが、最後の方は涙声だった。ひなこさんも、この場にいた従業員たちも、みんなが落ち込んでいて、泣き声も聞こえる。もう潮時かしらね。このままだとみんなにも迷惑をかけてしまう。おかみさんがそう静かにつぶやいた。このままだと、稲森旅館がなくなってしまう。ひなこさんが継ぎたいと言っていたこの旅館が、彼女の夢が叶えられなくなってしまう。待ってください。俺は思わず声を張り上げていた。みんなが俺の方へと注目する。自分の働いている場所が近いうちになくなるかもしれない状況なのだ。誰しも不安で仕方がない顔をしていた。そんなみんなの顔を見回すと、涙で頬が濡れているひなこさんと目が合った。重村様？その大きな瞳に涙を溜めている彼女へ向かい、
安心させるようにうなずく。そして、おかみさんの方へと向き直る。おかみさん、俺、今は無職ですが、少し前までとあるホテルで働いていたんです。旅館と少し勝手は違うところもあるかもしれませんが、接客はもちろん、宿泊業に関しては知識も実績もあります。よければ俺に、従業員教育を任せてはもらえませんか？俺の言葉に、おかみさんとひなこさんは顔を見合わせている。俺、この旅館に泊まるのを楽しみにしていた。って言いましたよね。それはもちろん本当なんですけど、もう一つ目的があって、ここの接客が素晴らしいって話を以前聞いていて、ぜひとも勉強したいと思っていたんです。念願かなって到着したら、ダブルブッキングだったりで、いろいろ驚くこともありましたけど、おかみさんやひなこさんの接客や、従業員の皆さんの一生懸命さを見て、感銘を受けました。特に、お客様に楽しんでいただきたいという気持ちのこもった接客や料理、客足が減ってきたという中でも、おもてなしの心を大事にされているのが伝わってきて、滞在期間中が楽しみだなと思える素敵な旅館でした。そんな旅館がなくなってしまうのは、俺も嫌だと思ったんです。ひなこさんの夢が叶わなくなってしまう。というもう一つの理由は、さすがに言えないので、心の中にしまっておいたが、この旅館を残したいという思いは本当だ。少しでもその思いが伝わるようにと、俺はおかみさんをまっすぐに見つめる。すると、私も、ここがなくなるのは嫌です。俺、もっと頑張りますから。だから、諦めないでください、おかみさん。周りにいた従業員からも声が上がる。その声を聞いたひなこさんが、おかみさんの手を取った。お母さん、みんなの居場所を守ろう。これからは、私も今まで以上に頑張るから。だから、みんなで一緒に頑張ろうよ。あんな人に負けちゃダメだよ。ひなこさんの言葉に続くように、従業員たちも口々に、頑張りますと言っている。ひなこさんやみんなの言葉に、おかみさんの目から涙がこぼれ落ちる。ありがとう、ひなこ。ありがとう、みんな。一瞬目を閉じた後、おかみさんは俺の顔をまっすぐに見据えた。その目にはもう涙はなく、凛とした決意が宿っているように見えた。重村様、お客様であるあなた様にご迷惑をおかけすることになり、大変申し訳なく思います。ですが、どうか稲森旅館を守ろうとするみんなのために、お力をお貸しください。重村様、お願いいたします。おかみさんとひなこさんが同時に頭を下げる。それに続くように、従業員たちも頭を下げた。俺にできることは少ないですが、俺もこの稲森旅館を守りたいうちの一人です。こちらこそ、どうかよろしくお願いいたします。そう言って、俺もみんなへと深々と頭を下げた。この瞬間から、俺は稲森旅館を支える仲間になった。鮫島の攻撃がいつ激化してくるかわからないため、とにかく短期決戦で旅館の売り上げを1年前と同額程度に戻さなければならない。俺は短期の雇用契約を結び、稲森旅館で従業員教育を担当することになった。ホテルと旅館で業務内容に違いはあるものの、根底にあるおもてなしの心やお客様のために何ができるかといったホスピタリティの部分は同じだ。そういった部分の教育をメインで行いつつ、手が足りていないところのフォローに当たったり、お客様からの要望や意見の吸い上げを行って、おかみさんに伝えるといった形で業務に関わっていった。もちろん、これまでよりも要求される仕事の水準が高くなったため、中にはついていけないと辞めていく人もいた。そう言って辞めていった人たちの中には、わざとお客様に失礼な行為をしたり、立ち入りを禁止している区域に入ろうとするなど、怪しい行動をしている人もいたので、もしかしたら、鮫島が何かしら介入していたのではないだろうか。ということは、これまであった偽のクレームや、評判を落とすための書き込み、突然のキャンセルなども、鮫島が手を回している可能性があるかもしれない。おかみさんに話してみると、やりかねないという言葉が返ってきた。どれだけ汚い手を使っているのだろうか。そんな奴に負けるわけにはいかない。おかみさんやひなこさん、従業員のみんな、
この旅館が好きだという俺と同じ気持ちを持つ人たちのためにも、この旅館の本当の評判を取り戻さなくては。俺たちはみんな一丸となって頑張っていた。俺も従業員教育はもちろんのこと、前職のつてを頼って人を集めたり、旅館の PR になるようにと、知り合いの旅ブログ運営者や雑誌のライターなどにも声をかけまくった。今までは会社の方針にそぐわないと反対され続けていた俺の信念、真心のこもったサービスをお届けすることが、この稲森旅館では誰にも止められることなく発揮できた。お客様の笑顔を見て心が満たされ、教育した従業員たちの笑顔を見て胸が熱くなる。今まで働いてきた中で一番充実していると言っても過言ではないほど、俺は毎日が満ち足りていた。そうしているうちに1ヶ月、2ヶ月が経ち、観光シーズンに突入した頃には、稲森旅館の評判はすっかり元通り。いや、それ以上になっていた。皆さんのおもてなしに癒されました。最高のお宿でした。また泊まらせていただきます。と、たくさんのお褒めの言葉が旅館に届いていた。もともと評判のいい旅館だったので、従業員教育と人員補充がしっかりとできさえすれば、すぐに客足は戻ると予測していたのだが、予想以上のスピードで戻ったことには驚きを隠せなかった。売り上げも順調に取り戻していき、わずか数ヶ月で1年前と同じ売り上げを達成していた。記念すべきその日は、いつもは落ち着いているおかみさんも例外ではなく、ひなこさんやみんなと一緒に抱き合って喜んだ。重村さんのおかげです。あの時声を上げてくれたから、みんなここまで頑張れたんです。本当にありがとう。目に涙をためたひなこさんから感謝の言葉を言われ、俺の心が温かくなる。彼女の役に立てたことが本当に嬉しかった。俺の方こそ、ここでみんなと一緒に働けて幸せです。ありがとう。泣き出してしまいそうな思いを必死に抑えて、俺からも感謝の言葉を伝える。やりたかった、目指していた接客を、ここで実現できたことは間違いなく俺の人生でかけがえのない体験になった。その機会を与えてくれた稲森旅館のみんなには感謝してもしきれない。しかし、これで終わりではない。まだ嫌がらせの数々は続いている。鮫島は稲森旅館を諦めてはいないはずだ。安心はできなかった。客足がすっかり戻り、稲森旅館はこの日も多くの人で賑わっていた。その日、宴会場を貸し切った集まりが開かれていたのだが、そちらもお開きとなった午後の時間帯。おかみさんに確認したいことがあった俺は、宴会場でお客様の対応をしているおかみさんの元へと向かっていた。その時だった。おい、おかみはどこだ？黒いスーツを身にまとった大柄の男たちを引き連れた男が一人、フロントの従業員へと大声で詰め寄っていた。トラブルかと思い、俺はフロントへと駆け寄った。あ、重村さん、こちらの方が。フロントに立つ従業員は、駆け寄る俺に気づくと、困った顔で俺へと助けを求めている。お客様、いかがされましたか？そう声をかけた瞬間、男がこちらへと振り返る。その顔には見覚えがあった。鮫島。あ、なんだお前は。どうやら俺の顔は覚えていないようだ。目の前には油ぎった顔の鮫島が立っていた。まあいい。おいお前、さっさと狼を呼んでこい。この私が呼んでいると言えば、すぐに飛んでくるだろう。陰銀無礼な態度で命令をしてくる。その態度も変わらず不愉快極まりなかった。狼は今、お客様の対応中で手が離せません。ご用があれば代わりに私がお伺いいたします。この場には滞在中の他のお客様もいるのだ。どれだけ不愉快であっても極力にこやかに対応する。なんだと？俺より大事な客などいるわけないだろうが。さっさと呼んでこい。俺の返答に機嫌を悪くした鮫島が大声で怒鳴り散らしている。周りにいた他の宿泊客も何事かと騒ぎ始めた。お客様、大きな声を出されると他のお客様のご迷惑になりますのでお控えください。うるさい！俺に指図するつもりか？
ちょっとくらい客足が戻ったからと、いい気になりやがって。俺が本気を出せば、こんな旅館なんてすぐに潰せるんだぞ。鮫島が笑いながらそう言うと、後ろにいた男たちが一歩俺の方へと進み出る。鮫島と同じくニヤニヤとした笑みを浮かべながら、指の関節をポキポキと鳴らしていた。こんな公衆の面前で、暴力沙汰を起こす気なのだろうか。考えが浅はかすぎないか。そう思った俺は、思わずため息をついていた。お前！そんな俺の態度に怒りが頂点に達したのか、ひときわ大きな声を出したところで、一体何の騒ぎですか？おかみさんが俺たちの元へとやってきた。その姿を確認した鮫島は、再びニヤニヤと笑みを浮かべながら、おかみさんへと凄む。やっと来たのか。最近俺からの連絡もすべて無視しやがって。一体どういうつもりだ？今日はわざわざ俺が出向いてやったんだ。さっさと権利書もろもろを出しやがれ。以前ここへ直接乗り込んできた日以降、鮫島からの連絡には一切応じず、さらには数々の嫌がらせも失敗に終わったことで、とうとう痺れを切らしたのだろう。よりにもよって、今日という日に乗り込んでくるとは、この鮫島という男の運も、ここで尽きたということか。鮫島の言葉に一切動じずに、おかみさんは毅然とした態度で言葉を返す。鮫島さん、何度も言うように、あなたのような人間に、先祖代々守ってきたこの土地を渡す気はございません。それに、先ほどうちの従業員が申しましたように、ここで騒がれては、他のお客様のご迷惑になります。早々にお引き取りを。そして、もう二度とここへはいらっしゃらないでください。まあ、こっちが下手に出てやっているのに、いい気になりやがって。すでに警告はしたからな。これからは強引な手を使わせて。鮫島の言葉に、再び黒服の男たちが前へと出てくる。自分よりもずっと大柄な男たちを前にしても、ひるむことなく、おかみさんは毅然と前を見据えている。そんな緊迫した雰囲気の中、おやおや、なんだか物騒だね。場にそぐわない、おっとりとした声が聞こえてきた。みんなが声の主に注目する。真っ先に反応したのは、鮫島だった。あなたは、桜の会長。おっとりとした口調とは裏腹に、精悍な顔つきで、立派な髭を蓄えた一人の老人が、おかみさんの傍らに立つ。彼はこの町の有力者の一人で、いわゆる土建屋と言われる、この辺り一帯の土木、建築に関する仕事を一手に引き受けている会社の会長職についている。リゾート開発に関わる会社社長である鮫島も、さすがに彼の存在は知っているようだった。あんたは確か、鮫島さんだったかね。最近この辺りの観光事業に参入しようとしているそうじゃないか。話は若い衆からも聞いているよ。桜の会長の言葉に、鮫島は好感触を得たと思ったようで、ここぞとばかりに自分の計画がどれだけ素晴らしいかを一気にまくし立てている。一通り話を聞き終わると、桜の会長は、髭を撫でながら、穏やかな口調でこう告げた。だが、私は昔から、この稲森旅館の大ファンでね、先々代の頃からお世話になっているんだよ。こんなに素晴らしい旅館を潰すような計画には、賛同できないね。そうだろ、みんな。その言葉を皮切りに、続々と姿を現す男たち。彼らを見て、鮫島は慌てふためいている。そこには、地元の有力者と呼ばれる御人が勢揃いしていた。今日宴会場で開かれていたのは、偶然にもこの町の有力者が大勢集まる会合だった。稲森旅館の評判が良くなったことで、ここの宴会場を貸してほしいと依頼があったのだ。鮫島さん、さっきここで騒いでいた声も私たちにはちゃんと聞こえていたよ。噂には聞いていたが、随分なやり方じゃないか。なあ。すでに現場からは退いて十数年も経つとはいえ、かつては大勢の屈強な男たちを束ねていたという当時の面影が、
言葉の端々や佇まいから感じられる。桜の会長の鋭い眼光に射抜かれた鮫島はガタガタと震え始めた。その様子を見た桜の会長はふっと笑い声を漏らすと、おかみさんの方へと視線を移した。おかみさんはその視線を受けうなずくと、鮫島の方へと一歩進み出る。鮫島さん、これまでうちにしてきた数々のことは、皆様方にすでにご相談させていただきました。うちだけではありません。この周辺で、あなたの会社から嫌がらせを受けてきた人たちもみんなです。それでもまだ、この土地を渡せと迫るおつもりですか？おかみさんのその言葉に呼応するように、ずらっと並んだ有力者の面々がうなずき、鮫島を厳しい目で見据えている。鮫島はその威圧感に耐えきれず、ひーと情けない声を漏らしながら、外へと逃げ出していった。数日後、桜の会長をはじめとした多くの方々の力添えもあって、鮫島が行ってきた数々の悪事が露呈した。俺たちの推測通り、稲森旅館をはじめとした近隣店舗への嫌がらせ、クレーム、ドタキャンなどは、すべて鮫島が雇った人間が行っていたものだった。さらには、地元の観光協会や派遣会社の人間と手を組み、計画に賛同しない人間に対して、いろいろと汚い手を使って、じわじわと苦しめていたらしい。稲森旅館で不審な動きをしていた元従業員の数名も、鮫島の思惑によって差し向けられた人物で、旅館の評判を落とすべく、わざとミスをして、クレームを多発させるように指令を受けていたようだった。彼らはまとめて警察の厄介になることになり、鮫島が計画していた観光計画も消滅。鮫島によって廃業、移転せざるを得なかった人たちの中の何件かは戻ってくることになった。ニュースでも取り扱われたため、街は少しばかり騒がれることとなったが、次第に落ち着きを取り戻し、改めて観光事業計画が練り直されることとなった。嬉しいことに、稲森旅館はかつての賑わいを取り戻したことで、この度の計画の先導を任されることとなり、みんなの士気も高まっていた。そんな中、俺はというと、重村さん、桜の間のお客様がお呼びです。わかりました。すぐに向かいます。鮫島の件が解決した後、俺は立ち去るつもりだったのだが、旅館のみんなに引き止められ、今も稲森旅館で働かせてもらっている。そして、ひなこさんも、本格的な女将修行が始まることになり、今では旅館の顔として、女将と共に稲森旅館を支えている。それから、俺たちは、女将さん公認で、結婚を前提とした交際を始めた。周りからは、若旦那とからかわれることも増えたが、初めて会った時から、惹かれた彼女の笑顔を間近で見られて、俺はとても幸せだ。正一郎さん、頑張ってね。ひなこさん、いや、若女将もね、仕事を辞めたあの日、稲森旅館のことを思い出したのは偶然だった。そのおかげで、俺はこうして最高の職場と愛しい婚約者に巡り会えたのだ。自分の信念を曲げずに生きることは決して簡単なことじゃない。でもそのおかげで誰かを救うことができたのだから、苦しんで悩んだあの日々も無駄ではなかったと思える。これからも俺は真心を込めて相手と接することを忘れずに、彼女のすぐ隣で彼女のことをサポートしていきたいと思う。